時は見振り実装時点まで遡る。見振り LR 目指して引いていくことにしました。ポーラを引くって、以前の動画で言ってませんでした？っていうか、なんで私がここにいるんです？普段の相方役は、つんこさんのはずじゃあ。ツン姉様は、ウプ主の課金総額を知ったので、絶賛ボイコット中です。それで、私が代わりとして借り出されたわけですか。まあ、相方役がいなきゃ困ると思うのでやりますが。ありがとうございます、ゆかりさん。これは、ちっぽけな力なんかじゃない。ごきげんよう、高貴なお方、みふりと申しますわ。誠心誠意お仕えしま。楽にしていい？めっちゃいい人じゃん。狼娘、領主さんは超怖いなんて嘘。ユルディズと仲がいい？冗談でもやめてください。改めましてみふりです。どうぞよろしく。というわけで、見振りゲットです。見た目の印象より、結構ノリの軽そうな子ですね。声優の千本木さやかさんは、ノリの軽いキャラを結構演じています。ガーリッシュナンバーの烏丸千歳など。ガーリッシュナンバーといえば、カッタナガハハで有名ですね。カッタナガハハを言ったのも、千本木さん演じる烏丸千歳ですね。そういえば、なんで、見振りを引くことにしたんですか？ポーラ軸にするんじゃなかったんですか？それはですね、ポーラ軸が強いから見振り軸にするんです。なるほど。そういうことですか。視聴者の皆さんにもわかるよう、順を追って説明しましょう。まずポーラ軸についてですが、ポーラ軸は、天命以外のパーティーで現環境最強の編成です。ユルディズの登場により、緑属性のアタッカーは、高い耐久を得ることができるようになりました。これにより、もともと高かったポーラの耐久が、よりカチカチになりました。コルディでさえ、ユルディスで耐久運用できるようになったんです。そのユルディスバフをポーラにかけたら、鬼に金棒というわけです。現環境で、ポーラは手がつけられないぐらい暴れています。しかし、そのポーラユルディズ編成にも弱点はある。そう、それが、魔法アタッカー。ユルディズの防御バフは、物理に偏っていて、魔法防御はそんなです。物理ダメージの2から3倍ぐらい魔法ダメージが入ります。フローレンスの10連撃を耐え切るぐらい物理に硬くなる一方で、ルサールかヤーティの連撃ではごっそり削られたりします。ユルディズ・ポーラ軸の台頭により、魔法アタッカーの価値は高まったと言えます。環境トップキャラが強いほど、それをメタルキャラの価値が高まるのが必然ですからね。ユルディス・ポーラ軸が環境上位に君臨する限り、魔法アタッカーの必要性は高くあり続けるでしょう。そこで、話は見振りに戻りますが、見振りは魔法アタッカーなのです。それも、攻撃の回数が多い超攻撃的アタッカーです。自らにスキルクールタイム短縮バフをかけて3ターンでスキル一巡させますからね。しかも味方がスキルクールタイム短縮バフを見振りにかけてあげれば、スキル打ち放題状態に突入できます。詳しくは、見振り性能解説の過去動画で解説してるので、ご興味のある方はそちらもご覧ください。とりあえず他の投稿者に倣って過去動画を宣伝するスタイル。付け加えておくと、見振りは耐久もあるので比較的落ちにくいです。貴族性なのでキパに組み込めば長期戦もこなせます。長期戦はキパのお箱ですからね。そして、長期戦でこそ、見振りのスキル回転の速さが光ります。見振りはスキルを打ちまくれるので、戦闘が長引けば、よだめ合計もかさみます。12ターン戦うとして、他キャラは6回スキル打つのに対し、見振りは8回スキル打てますからね。多くスキルを打った分、よだめ合計も伸びます。ポーラ軸などの耐久パにぶつけて、圧倒的火力で、敵の守りを崩すような運用をしたいですね。まさしく。結論から言うと、そのポーラ軸相手に見振り軸はうってつけです。魔法アタッカーで火力も出せて長期戦にも耐えることができる。ポーラ軸に有利な要素が見振り軸には揃っているんですよ。なるほど。だから、ポーラ軸が強いから見振り軸にする、と言ったんですね。その通りです。ポーラ軸は今後、環境の第一線に居続ける。だからこそ、ポーラ軸に対抗できる見振り軸が輝く。先を見越して見振りを引くというわけですね。はい。2手3手先を読みガチャを引く。これこそがメメモリの醍醐味。メメモリラノジー。
卑下することも疎むことももうしない。だってこの力はお母さんからもらった大切なものだもん。他の誰でもない私が大切にしなきゃ親不幸だよね。というわけで、見振り LR 達成です。さっきのはボケ？ 200連で6体は平均的ですね。可もなく不可もなくといった感じですね。はい。上守備に決まってるでしょ。爆死に比べたらパラダイスみたいなもんです。何言ってるんですか。あ、はい。途中お見苦しい画面をお見せしましたが、筒がなく引き終えてよかったです。星5にはしないのですか？火力を出すことを考えると、最低でもメタ2にはしたいところですが。悪魔のささやきやめて。この後弾も引くので、見振りをこれ以上とつる余裕ありません。ウプ主は石油王じゃないので、ウプ主の生活が破綻します。星5になんてしたら、ウプ主がズンデー様にまた刺されてしまいます。人それぞれ、自分の課金帯を超えないことがメモリを楽しむテクニックですからね。でも、金の沙汰ほど面白い、とそう思いませんか？奈落へと誘うのやめていただけませんか？というか、星5前提とか一般的なユーザー感覚とかけ離れていますからね。まあ、これ以上は言いません。やれやれ、廃課金兵なんだから。見振りに関してはこれで終わりです。次は玉です。では、玉ガチャの画面へどうぞ。ほう、我が封印を解き放つ者が現れたか。喜べ人間、我こそが悪名高きもののけにして最強の守り神タマ様じゃ。我にできないことはない。存分に崇め立てまつるがいい。けーけっけっけ。というわけで、玉ゲットだぜ。いきなり2枚抜きとは、幸先いいですね。玉は有能なので LR にするのが楽しみです。開幕で無条件にシールド貼れるのは強いですよね。透明も面白いですし、うまく使えば超強いです。玉は見振りと相性いいと思ってます。見振りは3巡目以降は自前でシールド貼れないので他キャラで耐久補助する必要があるんですが、シールド上がるスティカでは見振りとスピルンの取り合いになってしまいます。玉はターン開始時にシールドを貼れるのでスピルンいりません。育成リソースの面で玉はコスパいいわけです。見振りの耐久のみならず、命中もサポートできますよね。玉は。そうですね。命中の低いソーサラーの見振りにとっては助かるサポートです。キパ以外でも、エルフリンデなど、耐久キャラと組ませれば、シールドと透明でいい味出してくれますよ。キパに限らず、高耐久キャラと相性いいですよね、玉は。耐久キャラが硬ければ硬いほど、シールドも透明も生きてくる。高耐久キャラを延命させつつ、自分は安全圏から殴るわけです。漫画やアニメでよくある、式神を召喚して、後ろで魔法攻撃する、陰陽師みたいなもんでしょうか。玉自身お札を持ってますし、陰陽師がモチーフのキャラ性能デザインかもしれないですね。ともかく、この安全圏から殴るというのが強いわけですよ。火力が出せなくても、安定したメリアのバリア剥がしにはなります。敵から攻撃されずに自分は攻撃できるという状態は非常に強力ですからね。だからこそ、多くのゲームでは、編成や立ち回りを工夫して、その状態を作り出すわけですが、メメモリにおける透明は壁キャラを用意するだけでその状態になれるのでぶっ壊れバフです。まあでも玉はサポート特化で攻撃性能は低いので透明持ちだけどぶっ壊れとは言えませんが、同じ理由でディアンもぶっ壊れではないですね。既存のキャラは透明を十分に活かしきれていないと。その通りです。もし透明持ちでフローレンス級の火力を出せるキャラがいたら正真正銘のぶっ壊れです。透明の安全圏から動ける効果は効果力と相性がいいと言いたいのですね。その通りです。この安全圏からの効果力の強さが分かりにくかったら、大砲を思い浮かべてみてください。例えば銃を持っていたとしても、銃の届かない遠方から大砲を撃たれたら死ぬのは自分ですよね。急に物騒な話になった。かつて名パの天下だったのは、メイリアというぶっ壊れアタッカーがパラデアの力で安全圏にいたからなんですよ。パラデアの多重バリアで、エルフリンデなどの超火力をシャットアウトできるようになり、また、パーティー全体も崩壊しにくくなったので、その結果、メイリアの生き残る確率がぐんと上がりました。パラデアが来る前はメイリアの評価低かったですからね。守りを確保できてこそ攻めが生きるって、それ一番言われてますから。
をした？主に力を与えられてからというもの、主のことばかり考えるようになったではないか。まったく主が悪いんじゃからな。主から離れられない体にしたんじゃ。責任は取ってもらうぞキキ。というわけで、タマ LR 達成です。ところで、なんで例えが大砲なんですか？そりゃ、ほら。背中になんかついてますか？はい。きりたん砲。本当にろくでもない世界だ。お前がティリーの言っていた領主か。あらかじめ言っておくが、ティリーと違って私はお前を信用していない。ここがあの子にとって安全かどうか、お前がどんな人間なのか見極めさせてもらう。渾身のギャグがルスティカに否定された。いや別に、きりたん砲ネタをろくでもないと言ったわけではないと思いますよ。というわけで、ルスティカ引いていきます。結局ルスティカも引くんですね。シールダーとして、タマの方がコスパいいとか言っていたのに。タマ見振り軸で運用してて分かったのですが、タマだけじゃ見振りの耐久補助として足りません。すぐパーティーが崩壊します。ということで、致命傷ながらもルスティカを引いていくことにしました。致命傷。別に、今のパーティーにルスティカ入れても悪くないんですよ。確かに、ルスティカをスピルなしで運用することになりますが、見振りが先制でシールドを貼ってくれれば、ルスティカも敵の攻撃を耐えて動けます。そして、ルスティカシールドを貼ることができれば、タマシールドと合わせてかなり硬くなります。見振りもルスティカも、火ダメ減少バフでもともと耐久ありますから、相当な硬さでしょうね。加えて、見振りの攻撃バフによって、貼り直すルスティカシールドが超極厚になります。こうして見ると、ルスティカって、見振り軸のパーツとしてうってつけなんですね。その通りです。では、話すこともなくなってきたので、結果画面までカットします。テンポの都合上仕方ないんです。というわけで、カット。これでは私が一方的に奪っているようで居心地が悪い。仕方ない。力を分け与えた分は働いてやる。それでイーブンだから礼は言わんぞ。キリタン、始まってますよ。すみません。目標の通りルスティカを LR にはしたのですが、それまでにかかったガチャ回数がこちら。めっちゃ下振れてますね。下振れが来れば上振れも来る。運は収束する。そう思っていた時期が私にもありました。一体、どれほどの DMM ポイントが犠牲になったのか。やっぱりガチャって悪やわ。でも、これで見振り軸の骨子は出来上がりました。高い代償を払った甲斐はあったのではないですか？まあ、メメモリに課金するならこれぐらいザラですからね。ふっふっふ。お主も悪いよの。お代官様ほどでは。ふっふっふ。ひっひっひ。というわけで、今回のガチャ動画はこれでおしまいです。楽しんでいただけたでしょうか？このチャンネルでは、こんな感じでメメモリをはじめ、戦略ゲームを中心に活動しておりますので、ご興味が湧きましたら、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。まあ、戦略ゲームの範囲は、ウプ主の主観で決めてるんですけどね。歴史シミュレーションゲームにも手を出してみたいとか考えているみたいですし。歴史系か、すん姉様が好きそうだな。歴史系ゲームを通して、ウプ主とズンコさんが和解できればいいですね。ゆかりさん。はいはい。そのためにも、今回の動画内容は、すん姉様には内緒で頼みますよ。さもなくば、ウプ主がまた、すん姉様に刺されてしまいます。丘の下。なんか足音がしません？それに、なんだかこっちに近づいてきてるような。誰？すん姉様。なんだずんこさんか。包丁なんか持って、料理でもしてたんですかね。お顔にケチャップがついちゃってますよ。ウプ主、殺してきた。このチャンネル終了のお知らせ。ウプ主、愚直なやつだったよ。キリタン、何人事みたいな顔してるの？
全部見てたから知ってるよ。キリタンの共犯者だよね。それは、ゆかりさんにそそのかされて。いねえ。あの世でウプ主と元気にね。皆さん、課金しすぎには気をつけましょうね。